こんにちは、岸まりせです。今日はですね、こちらの映画のレビューです。キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックシリーズ、先日ワウワウでパート4の放映がありました。レビューの前に簡単にストーリーのおさらいをしておきましょう。かつて裏社会にその名を轟かせた凄腕の殺し屋ジョン・ウィックは5年前に出会った最愛の女性ヘレンと平穏に暮らすため裏社会から足を洗う。しかし物語の冒頭、ヘレンは病で亡くなりジョンは生きる希望を失うが、彼女の葬儀の夜に1匹の子犬が届けられる。ヘレンは残される夫を心配してこの子犬を手配しており、その存在がジョンの新たな希望となりつつあった。その矢先、ジョンの愛車フォードマスタングボス429を狙った若者の強盗に家を襲われ、車だけでなく子犬の命まで奪われてしまう。わずか数日のうちに大切なものを失い、踏みにじられたジョンは復讐のために裏社会へ戻ることを決意する。強盗の正体はニューヨークを拠点に大勢力を築くロシアンマフィアタラソフファミリーのボスであるビゴ・タラソフの息子ヨセフが率いるグループだった。実はジョン前作から5日後、アブラム・タラソフのアジトから愛車を取り戻したジョン・ウィックは、かつての仮セインがあるイタリア系犯罪組織カモッラの幹部サンティーノ・ダントニオから暗殺の依頼を受ける。今度こその引退を決意していたジョンは断るが、その代償として亡き妻との思い出が残る家が爆破される。ジョンはウィンストンの助力を得ようとするも、セインの掟は絶対だとし、サンティーノの依頼を受けることを勧める。諦めたジョンはサンティーノより父の後を継いだ実の姉ジアナの抹殺を要求される。ローマへやってきたジョンは統治で準備を行い、世界各地の犯罪組織たちを束ねる。前作直後のニューヨークを舞台とする不殺の掟があるコンチネンタルホテル内で首席連合のサンティーノを殺害したジョン・ウィックは追放処分及び1400万ドルの懸賞金をかけられるも、コンチネンタルの支配人であり旧友でもあるウィンストンの計らいで1時間の逃走の猶予が与えられている。ニューヨークを脱出すべくジョンはニューヨーク公共図書館に隠していた十字架と聖印のメダル、そして金貨を回収しに行くが、追放時刻前にもかかわらず。この映画の魅力は、まずはジョンのスーツです。仕事をするときはスーツ、やっぱり男はスーツです。ジョンの敵の男たちもスーツ姿なのですが、このスーツ防弾繊維が織り込まれていて、拳銃の弾ぐらいでは貫通しません。便利ですね。ですが貫通しなくても衝撃は伝わるようなので、いつも単身で大勢の敵に挑むジョンは撃たれたりナイフで刺されたりして傷だらけになります。無敵ではないところがリアリティを感じます。このシリーズに出てくる裏社会の人間たち専用のホテル、コンチネンタルホテル。ホテルの中では仕事は禁止されていて、その規律を破ると粛清されてしまいます。制約のある中でのジョン一人もしくは味方がいても少人数対大勢の戦いでいかに有利に戦うかという点もこのシリーズの見どころだったのですが、パート4のコンセクエンスでは映画が始まってすぐにジョンの友人であるウィンストンが支配人を務めているコンチネンタルホテルニューヨークが首席連合の決定によって破壊されてしまいます。この作品の重要なキーである設定をいきなり放棄してしまって、これからの展開どうするのと私は驚きました。そして舞台は日本の大阪へ移ります。外国映画で日本が舞台というと嫌な予感しかしません。日本人から見たら違和感が大きいからです。案の定日本の大阪というよりも中国っぽい雰囲気で、真田広之さんが登場してもその違和感は消えません。日本からフランスへ舞台は移り、しかしコンチネンタルホテルがなくなってしまったジョン・ウィックのストイックな世界観は崩れて、街の中を舞台にした乱闘戦になってしまい、パート3までのハラハラするような感じはなかったです。こういうアクションならジョン・ウィックじゃなくてもいいじゃないと私は思ってしまいました。そしてあのエンディング、まさかってびっくりしたというか、がっかりしたというか、まだこの映画を見ていない視聴者様のためにこれ以上のネタバレはやめておきましょう。噂によればまだシリーズは続くらしいですよ。ということはですよね。
それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。やっぱり男はスーツです。